そうしてジャンはリヴァイと別れた。一人きりで歩き出すと意外なほど心が落ち着いていた。どんな選択をしても結果は誰にもわからない。その言葉が明日の奪還作戦に向けての心を静かに鼓舞していた。必ずウォールマリアを奪還してみせる。そんな思いで空を見上げると、細く長い爪のような月が浮かんでいた。作戦決行の夜は新月だ。そして暗く静かな夜空を同じ104騎兵の一人が、こことは別の場所、遠く離れた牧場でも見上げていた。この壁の中の真の女王となったヒストリア・レイスだった。ユミル、聞こえる？聞こえるはずなんてないけど、それでもなんか話したくて。私は今、壁の中の牧場で空を見ている。まるで星が降ってくるみたいな素敵な夜だよ。辺りは静かで、肌を撫でる風は心地よく、空気は澄み切ってる。この世界は穏やかで心地よくて、そして美しい。たとえ一瞬だけでもそんな風に思える日々の中に今の私はいる。でも実際の世界は残酷で、どこまでも醜く汚れてるってことはちゃんと分かってるから、心配しないで。私は昔この牧場で育ったの。毎日牧場の手伝いをして、柵の外を自由に出歩くこともできず、近所の子供たちからは石を投げられた。でもそのどれもがそれほど辛いものだとは思わなかった。私が一番辛かったのは、お母さんがこの牧場から出て行っちゃった時。そしてこの牧場で働く人、この土地に暮らす人、その全ての人間から私が生きていることを快く思われていなかったことを理解した時、一体私が何をしたのか、なぜそんなことになったのか、聞ける相手は誰もいなかった。そんな風にして日々は過ぎ、ウォールマリアが陥落して数日経ったある夜、私は父親のロットレイスと初めて会った。この土地を治める領主で、幼い私を牧場に閉じ込めていた人。そして王家の血筋を引く選ばれし者。初めて会った夜、父親は目の前で母親を殺された私に新しい名前をつけ、世界に放り出した。孤児になった私は開拓地で2年を過ごし、12歳で訓練兵団に入団した。そこで104期のみんな、そしてユミルに会ったんだよね。お前、いいことしようとしてるだろう。お前の得た高揚感や達成感はその動力に見合ったかって。ユミルはほぼ初対面の私に言ったんだよね。ユミルは最初からそうだった。そして自分に嘘をついていい人を演じようとする私に、自分らしく生きることを気づかせてくれた。なのに私を置いていってしまった。ユミルがいなくなってからはとんでもないことの連続だったよ。まさかまたあの男ロットレイスに出会うことになるなんて思ってもみなかった。数年ぶりに再会した父は私を巨人にして神のように扱おうとした。人類を導かせようとした。流されやすくてお父さんに嫌われたくなかったから、私はお父さんが望むように生きようとした。でもユミルが言ってくれたから、お前胸張って生きろよってそう言ってくれたから、私はもう流されるのをやめた。自分を殺して生きるのをやめたんだ。私は
いい子にもなれないし、神様にもなりたくない。でも自分なんかいらないなんて言って泣いてる人がいたら、そんなことないよって伝えに行きたい。たとえそれが誰だって、どこにいたって、私は必ず助けに行く。で、ごめん、なんか前置きが長くなっちゃったね。ユミルにどうしても伝えたくってさ、この私がなんと女王様になったってことを。ユミル、信じられる？この私が女王様なんだよ。笑っちゃうよね。まあ正直に言って実感なんて全然ないんだけどさ。でもユミルとの約束が私をこんなところまで運んできたんだよ。私は本当の名前を名乗ったよ。クリスタレンズではなくヒストリア・レイスとしてこの壁の中の女王になったんだ。だからこれからも胸を張って生きていくよ。その手始めってわけじゃないけど、なんとあの人類最強のリヴァイ兵長を一発殴ってやったんだ。どうだ、私は女王様だぞってユミルにも見せてやりたかったな、あの時のパンチでね。私が女王になった今、調査兵団は新たな作戦に取り掛かるの。5年前のあの日、巨人に奪われたウォールマリアを奪還するっていう人類の希望を象徴するような作戦に。って言っても私は戦いに参加できないんだけどね。なんたって女王様だから。今は壁内の牧場兼孤児院で親を亡くした子供たちの面倒を見てる。精一杯子供たちを元気づけてる。それが私のやりたいこと。ユミルが教えてくれた嘘のない自分自身だから。昼間は子供たちと遊び回って食料や荷物の片付け。もちろん体はクタクタだけど少しも疲れてないし眠たくもない。だからあと少しだけ付き合って、私の他愛のない話に。あ、そうだ、知ってるユミル。私は今牛飼いの女神様なんて呼ばれてるらしいよ。泥まみれになったり、2人で雪山で死にかけた訓練兵時代からは信じられないよね。牛飼いはともかくこの私が女神だなんてさ。ユミルが聞いたらきっとまた辛辣なセリフで返してくれるんだろうな。ねえ、そうでしょユミル。そうって言ってよ。なんて全部私の独り言だって分かってる。私の声はもうユミルには届かないし、あなたの声だって聞こえてこない。あなたは遠くに行ってしまった。それに私だって随分状況が変わっちゃった。もう二度と会えることはないのかもしれない。でももしもまた会えたなら、その時はまた私のダメなところを叱ってほしい。どれだけ辛辣で嫌味っぽくても平気だよ。女王になったからって遠慮なんかいらない。ただ私はあなたの声が、ユミルの声が聞きたい。意地悪そうな顔をしたあなたに会いたい。それだけなの、ユミル。最後にそうつぶやくと、ヒストリアはかすかに涙をにじませ部屋へと戻った。その背中を包む夜空に一条の流れ星が静かに尾を引いていった。ヒストリアの声が届いたのか、あるいは単なる偶然か。いずれにせよウォールマリア奪還作戦の前夜は静かに更けていった。そしてそれぞれの思いを胸に過ごすエレンたちは、運命の巡り合わせなのか、歴史的な作戦前夜、兵舎前で再び一堂に会した。ああ、さすがに眠いな。
明日は人類の命運をかけた作戦だってのに。人類の命運をかけた作戦だっていうのに、お腹は減ったまんまです。最後になるかもしれない夜くらい満腹になりたかったですよ。お前これまで満腹になったことあんのか？ないですね。なんだよ、またお前らかよ。ったく揃いも揃った緊張感のねえ顔しやがって。うるせえ。緊張しすぎて眠れなくて徹夜で作戦参加するよりよっぽどマシだろ。そうですよ。あとですね、ちょっと気になってたんですけど、ジャンって髪伸ばしてるんですか？似合ってないですよ。うるせえな、これ勝手に伸びたんだよ。勝手に伸びたら切りゃいいだろ。めんどくせえんだよ。ねえ、もしかするとですけど、ちょっとおしゃれとかしようとしてます。ちげえよ、もう黙ってる今女。あ、またもうひどいですよ。みんな何やってるの？兵舎の前に集まって。なんだよ、お前らもまだ外にいたのかよ。幼なじみで仲良くお散歩ってわけですか？そんなとこ。それよりこんなとこで喋ってないでさっさと寝ろよ。明日の作戦に支障が出るぞ。言われなくても寝るとこだよ。お前母ちゃんだよ。でも本当にもう休まねえとな。明日は出発だ。ああ、そうだな。正直なんか今夜はいろいろ考えちまったよ。まるで初めて壁外調査に出る前の日みたいによ。壁外調査か。あれからまだ1ヶ月くらいしか経ってないんだよな。ついこの間のことなのに遠い昔のことのように思える。でも明日はあの時とは比べ物になんねえくらい過酷な作戦になるはずだ。そうだね。巨人だけじゃない。ライナーやベルトルト、それにおそらく獣の巨人も待ち構えているはず。だがこっちだって無策で臨むわけじゃねえ。万全の準備は整えてきた。そうだろ。もちろんですよ。作戦は完璧。エレンもパワーアップしましたし、新兵器もありますしね。ああ、あれを獣の巨人に一発ぶち込んでやらねえとな。明日は何が何でも作戦を成功させる。そのためには少しでも体を休めないとね。さあ、もう中に入ろう。なんだお前ら、さっき俺はさっさと寝るよう命令したはずだが。リヴァイ兵長。今ちょうど兵舎に入って寝ようとしていたところでして。もう布団に包まれてる気分です。美味しいものを食べる夢見ます。ならいい、さっさと寝ろ。兵長はどこへ？見回りだ。まずはお前らが汚した食堂がきちんと掃除されているかを確認する。それが終わったら馬たちの様子を見て立体起動装置の最終動作確認と例の新兵器のチェックもな。そうですか。なあ、兵長っていつ寝てるんだろうな。ですね。それにご飯とか。なんだコニー・サシャ、言いたいことがあるんならはっきり言ったらどうだ。いえ、そのですね。コニーとサシャはリヴァイ兵士長がいつ寝るのかという話をしていました。バカみかさ余計なことを。いつ寝るだと。さあな、寝るべき時に寝て起きるべき時が来たら起きる。睡眠時間がどれだけ少なかろうが務めを果たす。それだけだ。ではご飯とかはもういい、やめろササシャ。今はやめとけ。明日俺たちはウォールマリアを奪還する。奴らにきっちりツケを払ってもらってな。はい、そのつもりです。いいだろう。人類が巨人どもに奪われたものは数えきれない。どれだけ時間がかかろうとそれを全て奪い返す。明日がその第一歩だ。巨人どもがどれだけいようが関係ない。邪魔する奴は全て切り刻んで必ず成功させるんだ。いいな。